にちは、ペーパーデコレーションの山本恵美子です。今日はお花紙で藤のお花の飾りを作ります。お花紙の薄い紫と濃い紫を準備いたします。藤の花の上の方のお花を作っていきます。薄い色のお花紙を1枚半分に折ります。対角になる角を尖らせるように2箇所斜めに折ります。適当で構いません。尖ってない方の角を2箇所内側に折り曲げます。適当で大丈夫です。横にして真ん中あたりを少し持ち上げるようにくしゃくしゃっと寄せて真ん中に輪ゴムをかけて縛ります。同じものを6個から10個ぐらい作ります。途中破れてしまったりしても大丈夫です。中心のあたりのお花を作ります。薄い色のお花紙と濃い色のお花紙、それぞれ半分に折ります。今つけた折り線に沿って破って2枚にします。破って半分になったお花紙も半分に折ります。薄いお花紙の上に濃いお花紙を重ねます。このまま先ほどと同じように折り曲げて輪ゴムで閉じていきます。同じものを12個から15個ぐらい作ります。藤の花の一番下の部分を作ります。濃い色のお花紙を先ほどと同じように半分に切り分けます。半分に折って先ほどと同じ折り方で折った後、同じように輪ゴムで縛っていきます。同じものを3つから5つ作ります。そのうちの2つぐらいをさらに短くしていきます。端を内側に折ります。さらに半分に折っておきます。紐につなげて藤の花の形にしていきます。使うのはこのような綿糸や毛糸などの手芸用の糸が
いいかと思います。紐を長めに切りましたら、半分に折って二重にします。紐の先の方を縛っておきます。藤の花の上の方になる花を紐に通していきます。紐の折った先から輪ゴムを数本すくって通していきます。端の方まで引っ張って結び目の少し下のあたりまで持っていきます。ゴムの中になかなか紐が通しにくいと感じた場合は、このようなゴム通しや毛糸のとじ針などを使うとスムーズに通すことができます。紐を通して紐を半分にして先ほどと同じように紐の端を束ねて結び目を作ってこの先を通すようにしていくと簡単にゴムをすくうことができます。このようにして花の上部分のパーツをすべて通していきます。続けて真ん中あたり用のパーツを同じように通していきます。通すときにできれば濃い紫色がある方が下になるように薄い紫の側からゴムを通していくようにいたします。後で向きを直すこともできるので、もし違う方向から紐を通してしまっても大丈夫です。続けて下の花も通していきます。この時に折り曲げられた内側の方が下になるようにゴムを通していきます。最後短く折ったお花も通していきます。折った方が下になるように通していきます。これで全てのパーツが紐に通せました。藤の花らしい形になるように少し調整していきます。上の方から軽くシワを伸ばすように広げていきます。途中で破れてしまっても構いません。花と花の間が広がりすぎているようでしたら少し詰めたりしながら、また詰まりすぎたら少し広げたりしながら広げていきます。このお花との距離は後で動かすこともできるので、全部広げた後に距離を調整していっても大丈夫です。薄い色のお花紙だけの上のお花が広がりましたら、次は真ん中の部分、濃い色と
薄い色が一緒に織られているお花の方も広げていきます。この場合は内側から濃い色のお花紙を少し引き出すように広げていきます。途中で少し破れてしまっても大丈夫ですが、破りすぎないように丁寧にそっと広げていきます。広げていきましたら、藤のお花みたいな形になるように、薄い紙が上に向くように、紫の濃いお花が真横か少し下に向くような形にしていくと、それらしくなっていきます。薄い花びらが全体の上に向いていって、濃い方が下の方になります。このように向きを調整しながら広げていきます。薄い色と濃い色のお花のパーツが広げられましたら、次残りの濃い色だけのものを形作っていきます。こちらは広げなくても大丈夫です。少し下に向けてゴムのところが折り山になるように軽く折り曲げていきます。こうすると藤のお花らしくなります。真ん中のお花の下の方もいくつか同じようにゴムが山になるように折り曲げていくと藤の花らしくなります。つなげたお花の向きやお花同士の長さを調整していって、お好みの長さになりましたら、下は適当なところで余った紐を切っておきます。これで藤のお花が出来上がりました。一回り小さい本物サイズの藤の花を作る場合は、お花紙を半分のサイズに切って、先ほどと全く同じように作っていきます。葉っぱもあると素敵なので、緑色のお花紙で先ほど作った藤の花の上の部分と全く同じ方法でパーツを作って紐につなげていきます。吊るすときにはもう少し上に縛り目をつけていただいても構いませんし、先ほどつけた縛り目のところから何か通していただいてもいいかと思います。葉っぱは吊るしてもいいですし、絡めて横にして藤棚のようにしても素敵かと思います。たくさん作ってゴージャスに飾ってみてください。